始まってる。はいどうもこんばんは。はい、こんばんは。毎週木曜日と土曜日のこのお時間になりましたら、フランキーため買いのホップステップジャンプ、やってまいりましたね。このお時間、ね、毎週木曜と土曜だよ。土曜ですね。今日は木曜日の21時。びっくりした。これモニター見たら21時になってんだよ。そうそう、耳がね、私らがついてるヘッドホンがね、ちょっとボリューム絞ってありましてね、あれっていう。あれって、それ山さんびっくりした。何これで、何 FM 太郎内のこのドッキリすげえ、だって本番のさ、ジングルでオープニングテーマ流れてんのにさ、あれだぜ。これあれね、よくカフ上げなくて、まあ手元に、手元のスイッチのことをカフと言うんですがね、マイクのスイッチのことを。スイッチ慌てて入れたで、それではいどうもこんばんはってなってね。ね、まあギリギリ間に合いましたが、今週もYouTube にアップしても大丈夫なような方式でお願いいたします。山さんね、技術さんとディレクターは吉山崎でお送りします。山崎さんよろしくお願いします。今度もって相方、私の相方安田学文さん今日来てくれてます。学ちゃんよろしく。はい、安田です。よろしくお願いします。でもってフランキーため買いです。よろしくお願いします。で太田市23万人くらいの皆様、よろしくお願いします。群馬県民3000万人の皆様よろしくお願いします。ね、いよいよ東京都民の人数を超えたからね。なるほど。みんな他の他府県から、群馬へ乗り込んでくるっていうね。亡命してくるということで。このね一説によるとさ、今一時さ、この2ちゃんのさあれでさ、必ず俺は群馬に行くんだけどさ、この装備をみんな何を持ってったらいいかさ、AK47 の他に何を持ってったらいいかとかさ、書いてあったりしたけどさ。みんなそういう人があまりにも多すぎちゃって、ここの2チャンネルにスレッドタイトルを立てるのも危険だっていうことになったらしいんだよ。群馬県人がさ知ってて、ネクサス7を手に入れた群馬県人がいるらしいんだよ。まあ俺なんだけど、ね、それがその他のね、部族長たちに言ってるわけですよ。なるほど。他から来たらやっちまうよ。もうね、舐められてたまったもんじゃねえからよっつってね。あんたが作ってんのは。なるほど。でもっとアプリを作ってくれたね、群馬の野望、この方は特使としていろいろ友好関係結んでますんで。なるほどなるほど。でもすごいやっぱり友好関係の外交ルートでいうとさ、ね、この間麻生さんの話したけどもさ、このデニス・ロットマンだっけな、選手の名前間違えたらごめんね。 NBA の元選手、今やってんのかな、やってねえのかな、キム兄さんとか知ってるかもしれないけど、スーパースターのバスケットボールの人が今の北朝鮮のトップの人と外交であったんね。外交っていうか、まあ親善訪問というか。でもすごいそういうやり方があるんだね。日本でいうとこの猪木さん的なあれだよね。そうですね。まあ向こうにしてみれば表敬訪問でしょうからね。なるほどな。そういうところでいろいろさ、なんていうのかな、その緩衝材的な役割で使っていこうっていうあれなんだろうな、間に立ててね。世界的な。でも今のトップの人がさ、息子さんがさ、大ファンらしいからね。でその話しちゃうとさ、あれだから、政治決断2本目でもいいしな、別にな。1本目はなあれですね。1本目は何いたしますか。この3月の今日はさ7日7日ですね。寒暖差がここ数週間激しいね。そうですね。2月が終わってようやく、まあもう雪は降らなくなるでしょうが。そうなんですよね。三寒四温に大突入でしょうからね。それで今ね、これ群馬県太田市でお聞きの皆さん、それ全国でお聞きの皆さんね、太田市民の皆さんに言ってきましょう。特にね、今毎週言ってきますけどね、このユーストリームとね、このツイキャスの方では同時配信してますからね。そうですね。ユーストのカメラの方はまあフランキーさんのやや真横からと言った方がいいですかね。ガクちゃん映りたくねえの？私はいいや。本当？たまにさ、この間先週あたりとかさ、バックでさ、みんなのさ、音声を聞こえない一般市民の方にさ、聞こえないような声でバックトークで入ってくるときにさ、遊ぶじゃんか、自分ら。なるほど。自分ら遊ぶじゃん。俺必ずさ、ユーストとさ、YouTube アップしたのさ、チェックするんだけど、帰ってからね、山さんがさ、変なポーズを取るじゃんか。例えばさ、一人遊び、一人上手だから。一人上手だよね。で、グーチョキパーのさ、グーをさ、作ってみたりしてさ、それに対抗してさ、俺がさ、できないのをいいことにさ、ガクちゃんまでやるじゃんか。それで気をつけろよ。俺、ユーストとさ、YouTube チェックしたんだよ。YouTube かなり画質いいんだよ。こっからアップロードしたやつね。そうすると、ここのね、カメラから映ってる、そっち側のあれに反射するから気をつけろよ。反射が見える。ギリギリ大丈夫だったからな。やめろよ。山さんやめろよ。山さんほんとチャレンジャーだからよ。
でも大丈夫だろうな、そこ山さんからの言っちゃうとな。まあ隠語系ですからね。楽しいよね。昔石橋貴明さんがやってたことやってるよ、はい、まあそういうわけでいろいろねありますね。今日は本当あったかくなると一気に怖くなるのがさ、はいはい、花粉と黄砂と PM2.5 ですな。今年はまあ PM2.5 が入っちゃいましたがね。変わってきたね。だって今日俺初めて見たで、夜のさ NHK のニュースでさ、はいはいはい、黄砂情報、明日は非常に暖かくなるので、西日本、九州特にね、西日本はね、黄砂が来ますので、できるだけ表に出ないようにと、出るときはマスクをしたり。なるほど。ちょっと考えられないね、昔じゃね。10年前じゃ考えられないね。黄砂は昔からありましたがね、ただあそこまでひどくなってくると、ひどくなってきたら量は増えてはいるんだ。まあ黄砂自体の量は何でしたっけね、15年ぐらい前が一時期ピークで、それよりは若干減ってはいるもののみたいな言い方をしてますよね。もう飛び切ってきてんだよ。もうね飛ばす砂がなくなってんだよね。木を伐採しまくって、だって彼らさ一部のいい中国の方も一部というか大多数のいい方たちもいるかもしらんよ。そうですね。まあ私中国との取引はありますが、まあ大多数はいい方ですよ。いい方です。でもさその森林業とかさ木材とかを売って銭に変えてる人、そこの業者っていうのは、世界各国のその木があるとこに行ってバッサバサ切ってるんだからね。悪いけどね。なんで広い国土がある中国の本土に木がなくなったからそうですね、他の世界に行って国に行って木をバッサバサ切ってるんだよ。そうですね。狙い目は東南アジアと南米だそうですが、で南米あたりなんかもう切られすぎちゃっても大変なことになっちゃったりしてるんだよ。まあね、中国資本強くなりましたからね。生態系が崩れてきてるんだよ。雨が降んなくなっちゃったり熱帯雨林とかのね、そういうものすごいさ状況的にはさ地球を痛めつけてることを平気でやってるんだけどもまあ焼き畑どころではないという騒ぎになってしまったという、ね、どころじゃなくて海をまたいでさ飛んできちゃうんだからさ PM2 って俺らが喋ったさちょうど翌日あたりぐらいからさバン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 テレビで言ってたよな。テレビで出ましたね。これ俺らでさ自慢するわけじゃん。自慢しちゃおうぜ。俺らいっちゃ早く言ってるようなラジオでな、どの番組が取り上げるよりも早くな。そうですね。報道番組の1日2日前に我々がネタにしたやつが言ってるよね。でそれで後になってからさツイキャスとかさユーストで俺とガクちゃんが喋ってるの見てさ、こいつらPM2.5 の話してるようなんて言ってるけどさ、それ俺らのが早いから言っとくけどね。で俺ら正々堂々と行きましょうよ。これはテレビの情報のが先にだったよと、ね、これ今喋ってるのは俺のが早かったよってね、そういうことでPM2.5 に関しては俺らのが早かったから、でその次の日の夜勤明けでさ、夜勤明けっていうかその勤務中、終わる俺8時に勤務終わるんだけど、大体、そこでさとある総合病院さんでお勤めしてましてね、もう仲のいい方がいるんですよね、患者さんでね。その方が、自分の部屋で見ると、お金形式でプリペイドカードで、そうですね、病院は大体そうですね、プリペイドカードやるんで、でロビーのでっかいとこはさタダでテレビが見れますからね見に来てやるんですよ。まあ元気な方はそこで見ちゃった方がいいっすよ。そうするとさNHK とかさ民放かけるじゃない、かけてチャンネル回してるわけさ。そうすると PM2.5 の話がさ入ってきてさ、おいおい昨日一昨日まで全然あれやってなかったのに PM2.5 言ってんなーなんつってさ、俺らのが早いじゃんっつってね自信持って言えるよね。まあそうですね。でもっと自信持って言えるのはチャンネラーの皆さん俺はどっからネタを仕入れたかっていうと PM2.5 がやばいらしいって言うんでね、それ PM2.5 自体が分かんなかったんだからさ、おい PM2.5 だから2時50分だから江頭2時50分か、おい俺と同期の江頭さんかって思ったんだからさそれで知ってくれだから一番早い情報網っていうのはもう2チャンネルだな今な。まあ情報の出所としてはソースとしては2チャンネル強いですね。そうだな。今日なんかさまた話飛び飛びでみんなね常連のね趣里さんとかさキム兄さん、みんなに説明しましょう、説明しておこうなんてドラマあったのなんかみんなに説明しよう。このツイキャスではね関西圏からは今趣里さん、大阪の方で聞いてくれてます。もうレギュラー陣ですよ。もうベテランのね聞いてくれてる方ですよ、大昔から。ベテランのでキム兄さんはあれだよ、毎回聞いてくれてるね。ガクちゃんと同郷ですよね。そうですね。茨城ですね。茨城ですよね。茨城です。引用フランキーためがテロップが入りますからね。何引用フランキーためがのテロップが入りますからね。はい、わかりました。引用ね。引用
フランキーさんの情報元でね。はい、そう言ってたんだよ。俺さ、先週さ、ガクちゃんとさ、帰るときにさ、つないで一緒にさ、今日これ買ったな。ジュース飲む。ちょっとごめんね。私らがちょうど、まあ、同じ駐車場なんですが、そこから出るときに自販機があって、なんかね、互いに遠慮し合いながら、自分の金で相手方のジュースを買うという、なんかめんどくさいことをやって。俺なんだよな。お互いがお互いさ、なんか俺ら的にさ、ガクちゃんありがとうって意味で俺がさ持ってくるじゃんか、ジュースを。でガクちゃんもさ持ってきてくれるんだよな。はいどうぞフランキーさんちってさ、ジュースをな、飲み物をな、差し入れでな。なんか2本になっちゃうんですね。で今日はさそれもやろうと思って、俺もガクちゃんもそのつもりでいたんだよな。でまず初めにさ、ガクちゃんがどうぞっつってさ、自動販売機に小銭入れてくれてさ、で俺好きなこの今持ってるさ、このキリンのさジュースね、買ったわけさ。迷ってたけどね。茶葉2倍とね。そう、なかなかね、茶葉2倍のあれどうしようか、ゴゴティーね。そうそう、これで押さなくてまんまチャリンチャリンって出てきたらまた間が悪いなとか思いながら必死こいてたんですけど。俺さ、ゴゴティーあれちっちゃかったじゃん。あれにさ、でかいやつだったら、ガクちゃんこれでかいけどちょっと2、30円高いけどこれでいいってなるけど、あれ量ちょっと少ないからね。そうですね、250ミリぐらいですからね。でだからこのあれにしたんですよ、アルギニン V にしたわけですよ。なるほどなるほど。でじゃあ買ってくれたおかげで、ガクちゃんもどうぞどうぞっつってさ、俺もさ入れてね、お金入れてガクちゃんも買ったわけさ、このね、このね生茶のね針金を買いましたね。これもキリンさんの自動販売機だよね。生茶。俺ちょっと待ってよ、よく考えてみたから、これお互い自分の金っていうか、金を入れてどうぞ買ってください。はいどうぞ買ってくださいって全く同じこと自分で自分のものを買ったに過ぎないってだけだった。両方とも120円ですからね。なんか不思議な感覚だったな、ちょっとな、不思議な感覚だったな、感覚は。それでお釣りを取る時に、あれ俺の方で取っちゃっていいんだっけ。いいんだけど俺聞いたよ、ガクさんに。これ俺のお釣りだっけ、どうだっけってな。もう明らかにおばちゃん連中がレジのところで「ああここは私がここは私が」やってるよ。レジで思い出したけどさ、俺がいつも行くさ、あれスーパーでさ思い出した、レジ。一番スーパーで食料品、今食料品とかもさ、今今度さ消費税上げだとかいろいろあるでしょ、10% まで上がるとなると。ああそうですね、源泉徴収税も上がりましたからね。それが上がるとあれなの？そうなんですよ、源泉徴収今まで 10% だったのが、今復興財源の関係があって 10.21% という非常にめんどくさい数字で。じゃあ 2.1% 増えたわけだよね。0.21% 増えましたね。0.21% 増えたわけね。そこら辺の難しい話は分かんなくなっちゃうから、俺の話優先させんね。ベルク行ったわけさ、ベルクで買いてってさ、俺がいつも買ってるしいたけが安くなってる時がさ、168円とかワンパックね。あでも結構いいしいたけね。168円とかものすごい安い時が148円とかになってるわけで、今日ねたまたまね、前の方に入り口入ってすぐのとこにさ、99円って書いてあるわけ。袋詰めで満杯に入ってるキノコがさ99円って入ってあるわけ。安いね。でレジで行ってみたらさ、280何円ってなって打たれたから、ちょっと待ってよと思って、俺の見間違いかもしんねえから、ちょっと全部会計済ましてからレシートを見てみようと思って。でレシート見てみたら、やっぱりさ278円とか281円になってるわけ、しいたけがね。あれあそこのさ商品名のとこに99円って書いてあったから俺買ったのにと思ってさ、だって鮭1匹が今99円とかなくなっちゃったりなしてるんだよ、やっぱり物価上がってくるな。なるほどなるほど。でもってだから99円もありえるなと思って、買いだと思って、卵も1週間に1回ぐらいさ、99円の時あるんだよ、生卵10個入りね。そうですね、スーパーによってありますね。でそこのベルクはさ、週に1回かな、俺が必ず99円の時買うんよ、卵は、生卵はね。でそれ以外は198円とかさするわけじゃないか。だからしいたけが99円で買って手に取って行ったらさ280何円じゃん。すいませんっつって、見てくださいって、これ打ち間違えてますよ、しいたけ袋いっぱいで99円だから買ったんです僕が言ってたんね。そしたらすいませんこれ 100g あたり99円なんですよって、99って数字をでかく書いてさ、100g あたりの100ってさ、小せえぜ、小せえよ。もうそんなとこまで投資ポ商法がこんなちっちゃいんだよ、この YouTube の皆さん、これ見てるねえ。ツイッターの方のキム兄さんは見事に予測が当たりましたね。キム兄さんさ、そういうことね。豚肉のバラの値段みたいなもんで書き方してあったのね。はあ。
そうだってさ、それさ、だって疲れてたりするとさ、常に人間がさ冷静じゃないってことが分かるな。あのさ、あれちょっと卑怯よ。だってなんでさ野菜が分かりにくいかっていうとさ、個人経営、個人じゃねえ、好きで趣味でさ自分で野菜を作ってさ、自分のビニールハウスの脇に野菜を、ほうれん草とかさ、ネギとかさ、家庭菜園をね、家庭菜園で作ったもの、家庭菜園でもないかもしれねえな、出荷してるんかもしれねえな、畑を持ってて、出来の悪かったやつをさ、安く売ってるわけさ。他のとこよりね、だから99円っていう可能性も確率もあると思ったんで俺は。まあそうですね、直売所なんかじゃありますからね。直売所っていうよりすごいあれでテント張っておじさんがそこに座って真夏なんかすげえ扇風機かけながらさ、竹の筒にみんな好きに100円入れていくわけですよ。買う料金だけ入れていく。そこの無人になる時もあるわけだからね。ありますね。だからそこの感覚で言うとありえるんだよ。ありえる値段なんだよ。だからもうだって昨日あたりなんか言ったらさ、ネギもさ1本あたりさ78円とかなんだけど、そこのそういう農家さんと昔言ったことあるけどさ、買ったりしてるお付き合いがあるさオーナーさんなんじゃねえの、セブンイレブンのさ。そこのセブンイレブンのネギのがさ、2本で100円とかで安いんだよ。40円ぐらい安いんだよ。だから逆転現象が本当に起こってきてるって前も言ったやん俺。今特にね群馬県下のコンビニエンスストア、生鮮食品置いてるところ結構多くなりましたね。多くなった。俺んちってさガクちゃん来たことあるじゃん。もろさ足利市と太田市の狭間なんだよな、俺のとこね。境界線ですね。境界線なんだよね。すごい近くなんでね。俺が利用してるのは足利市の方のセブンイレブン。そこは確実にあるんだよ、野菜が朝行くと。それで買ってから焼き分けで帰るんだけどね。でもう一軒さセブンイレブン同じ群馬県内にあるさ、俺が407通って、ごめんなローカルで407通ってさ追い分けからさこっち行くと2店舗あるんだセブンイレブンが。そうですね。でその2店舗はまだね野菜を置いてないんだよ。なるほど。でカット野菜は買っていくけどね、その場合そのまま洗わずに食べられますよっていう。もう野菜炒めにすぐできちゃうようなやつですね。それは違う。カット野菜レタス細かくてごめんな、レタスのそのまま開けて食べられちゃうやつと、あとキャベツそのまま開けて食べられちゃうやつ、もやしが入ってくるやつは高いんだよね、ちょっとね。そうなんですか。もやしそこら辺ちょっと主婦感覚がすごくねこの女性でもさ大雑把な人も多いと思うけど、そこら辺の感覚俺すげえ身についたと思わない？キャベツともやしが入ってるミックスみたいなやつは高い。108円とかね125円とか100円オーバーするんだよ。もやし単体で買うとベルクだと19円なんだよ。そうなの。なるほどなるほど。栄養価も調べたんだ俺ネットでね。レシピとか今アプリでもあるじゃんか。そうするとさ大したことないんだよ。炒めちゃうとさ湯通しとかしちゃうと飛ぶんだよ、エネルギーって。まあそうですね。栄養分っていうのは飛ぶんだよ。ビタミン系は融水しちゃいますからね。だから野菜炒めでねもやしとか使ってもやしとキャベツ入れるんだったらもやしだけで十分なんだよ。で俺が入れてるあれはもやしでしょ、ネギでしょ、あともやしネギしいたけで、尿酸値が高い人は気をつけた方がいいんだけど、俺痛風の話もしたじゃん。痛風になりかけてやばいっていう話したじゃん。で過酷なトレーニングもさ俺趣味でやるから、でしいたけも買うんだよ。でこのしいたけも入れるわけ。それでは調味料は何を入れるかっていうと、これはちょっと調味料が一番高いんだ。ベルクとかさベルクでもしくはそこでいつも買うのはスーパーが基本なんだけど、手に入んないとセブンイレブンにも置いてあるニンニクの刻んだやつ、瓶詰めになってる、瓶詰めになってるやつ、その中にあるもう細かく砕いてあるのよ。なるほど。桃屋から出てんのかなあれ。どこだろう。海苔のやつだからさ有名な。いろんな昔って海苔のご飯を食うならこの海苔よってあったじゃん。ご飯ですよ。ご飯ですよ。あれ桃屋だよね。桃屋ですね。あそこの会社から山ほど出てるんで、そういう海苔だけじゃなくてありとあらゆる瓶詰めのものシリーズが出てるんだよ。私知ってるのは生姜とニンニクとまあそのくらいですもん。もっとある。ものすごい数あるよ。もう10は超えてるよ。10超えてる。でそのニンニクを入れるでしょ。でニンニク入れたらあとだしの素入れるでしょ。で醤油をちょこっと振りかけるでしょ。で味の素入れるでしょ。でそれでもう出来上がり。もう抜群にうまいね。抜群に。
味の素は本当にいい調味料ですからね。魔法だなあれはな。あれはおすすめなんですよ。味の素とだしの素ってこれポイントだよね。ポイントですね。両方入れた方がいい。両方入れると旨味が増すね。そうね。で皆さんもやってみてくださいよ。だからもうそこまで言ってみたの。この間どこで言ってみたの？セブンイレブンで毎回買ってるカットレタス、これ1人分2人分のね、うちのおっかちゃんと2人だけだから80のなお袋とな、カットレタスと、カットレタス食わねえんでおっかちゃん食わねえから俺食うんだよな、しょうがないからさ、もう認知症でボケちゃってるからさ、レタス食うかってさ、飯用意する前に聞くとさ、食べるよ、用意してくれって言うからさ、用意すると食わねえから俺が全部食っちゃうんだけどよ。でどっち食うかって言うと、大根が刻んで入ってるやつがあるんだよ。胸焼きすんだろうなきっとな。逆流性食道炎だからさ。なるほど。大根が刻んであって、いろいろなやっぱりレタスとかさ、人参とかが入ってるやつを好んで食べてるんだけどね。なるほど。でカロリーを抑えりゃいいと思うんだけど、それで何かけるちょっとケチャップとかさ、ケチャップとソースがメインなんだよ。でこの間さ、牛角の塩だれドレッシングっていうのを買ったんだよ、野菜とかにかける。あれカロリーがさ、でもカロリーもえれい抑えめに書いた表示はしてあるけど、カロリーは高いことは高いじゃん。でもめちゃめちゃうまいな。それまでさ、ソースとさケチャップで食ってて、牛角シリーズのさ塩だれドレッシングっていうのがさ、塩だれは非常にいいですよ。あれ半端じゃねえ、キャベツ食えるぞあれかけて食うとさ。おい俺キャベツ星人になったんかってぐらいのさ勢いで食って、マジでうめえぞあれ。じゃあ今度フランキーさんに買ってきますわ。キャベツ食うんだったらこれがいいっていうのが一本あるので。その料理もあるもんね、牛角にね、キャベツ丸ごと、キャベツ丸ごとのやつね。あれ何でしたっけね、広島とかの結構居酒屋とかでとっつれ出てくるんですよね。お通しじゃねえけど。そうもうキャベツまんまをね、あれ半分ぐらいスライスしたやつをバリバリ食ってくるんですね。やっぱり同時視聴者はあれになっちゃう、少なくみんなのちょっとコメントを読んでいきましょうか。学問先生お願いします。ちょっと下の方からね。どっかここでもあれなんだよな、ほらもうここ早いんだよそれ、キム兄さん。それ 100g の値段じゃないのってさ、もう分かってること分かってる中、あえてさ違う話題振ってみてよ。ねもうよし今だよ、落とすのそこだよとかさ言ってみて。よし読んでみて学問さん。さあそしてね、やっぱりキム兄さんでございますが、椎茸は一度干してから利用するので栄養価が上がります。おっちゃんの知恵袋ということで。本当？キム兄さん、俺地元のセブンもさちょっとした野菜置いてるよって。そうなんだよね、これやっぱりさ、こうやって俺らもさラジオで言ったりネットでこうやってさ、言ったりするとさ、置いていくとこ増えてくんじゃないの？そうですね、今私の利用してるところだと、一応生鮮食品と、あとは果物なんか置いてあるんですよね。どういうもの？みかんとかポンカンとか。いちごは置いてあるね。いちごがあります。栃木だととちおとめ置いてあるんだよ。いちごがそろそろちょうどもうこれで終わりですから、一応年8回になるとはいえ、ちょっとワンシーズンこれで終わりますからね。最後のいちごですからね。いちごめえな。スーパーで、スーパーよりも安い時があるからよ。あります。栃木県内だと、栃木県内のセブンイレブンだと群馬でもありますよ。あった。あります。だからそこで俺が通ってるさ、407沿いの2店舗頑張ってください。でそう言ったのよ。たまたまこれをさ言おうと思ったんだけど、また途中で言っちゃったね、違うことで。どれを？いやカット野菜買うって言ったじゃん。おふくろがレタス買わねえって文句言ったじゃん。そうさ、なかったんだよ。いつもはさ、大概さ、レタスのワンパック洗わずに食べれるシリーズがあったとすると、キャベツがあって、その大根がミックスされてるミックス野菜があってさ、3種類あったとすると、ね、2種類なくなっても1種類は置いてあったりさ、置いてあるの。どっかは何かあるだろうと。でこの間さ3種類ともなかったんだよ。あら。そしたら疲れてるさ、この体に鞭打って寄るのって結構さめんどくせえんだよ。なかったりするとそれをお目当てで買いに行ってるから、野菜をお目当てにね。で言ったらお兄さんに言ったんね、すいませんこの野菜ってもうこれあんまり、何時ぐらいになるとなくなっちゃったりしますって言うと、そしたらお兄さんがさ、今度多めに入れときますよ言ってくれてよ。なるほど。で次の日行ったらさ、ちゃんとさ、それまで丸々1個1列棚大体さ1種類ずつ、その種類ね、レタス、カットキャベツ、カットミックス野菜があったのが、今度さ8個ぐらい8袋ぐらい並んだってさ。なるほど。で嬉しいなって言うんでさ、さすが迅速ですね。で1日2食の俺としては、朝とね夜勤明けだからさ、朝で食うでしょ、そのまま寝るでしょ昼間で、夕方食う分2袋ずつ
買って、自分の尿酸値も高いからなな本当にね、それ筋トレしなきゃいけないからさ、でも筋トレしないと不安でしょうがなくなっちゃうんだよ。でもそれはわかりますね。もうそれ忘れた感覚、不安でさ、で本格的にはやんないんだよ、本格的にはやんないけど、自分家のさ、階段のところの手すりに使って、もうクリックハンガー、本当に前この間言ったようにグワーグワー、あれはもうまあ第二関節まででね、これ赤くなってるでしょ、ガクちゃん。ここ見ようか。ここの後タコになりそうなね、ここら辺ほら、これがここのところ、ここのところで押さえてるの、ここの部分で引っかかるね。でこれで今日はね、12階までできるようになった、階段のところで順手で、この懸垂がでこれはもうね20回ぐらいだけどね、やっぱり体重が増えちゃうとね、もうあっという間にこのおっさんになってくるとさ、基礎代謝力が落ちてるから、もう1キロ2キロってあっという間に増えるのな、食っちゃうと、食べちゃうと。これで2ちゃんまとめてでよ、お前ら痩せるダイエットの方法、本当に食事制限だけで体重は落ちるのかって書いてあったから言うんだけど、これ言うけど、食事制限だけで完璧に落ちるよ。落ちますよね。人間さ、日本人さ、食いすぎなんだよ、はっきり言って。まあ諸外国の人に比べりゃまたちょっと違うでしょうけれどもね。ちょっと待ってね、先進国って言えよ、あえて言おう。先進国で金を持ってる人、日本だったら金持ってねえ人もそうだよ。あれ2ちゃんまとめてさ、これをさ全部真に受けて言うのもなんだけど、必ずさ出てくるのが、俺本当に腹立たしく思うのがさ、この間この2ちゃんまとめのスレッド見てさ、ね、母子家庭のご家庭をさ、俺ね、批判全然しないよ、批判は全然しないけど、子供がいるのに月29万円じゃやっていけない。お前18万稼げねえ、手取り18万稼げねえ、俺はどうすりゃいいんだよ。やってってるぞ、おいお子さんが何人いてどういう生活状況なのか分かりませんが、月29万円の生活保護じゃやっていけない。でもういつも出てくるおなじみのコピペで貼ってある写真が松阪牛の半額になったやつの 20% 引きとかのシールが貼ったやつ。俺生まれてこの方 2,3 回しか松阪牛食ったことねえぞ本当によ。まあそれはひどい例なんでしょうがね。一番ひどい例を持ってくるからな、多分な。でもそれはさ、言ったら他のさ、つつましくさ生活保護で生活をしてる方もいるわけだから、その人たちにものすごく迷惑かけてるんだね、そいつは。まあそうですね。そういうとこで喋るなってことだよ、はっきり言ってよ。それでやってんだったら食えばいいんだからさ。だって減らされたとしてもさ、だって大元の基礎であれがあるのは一番最後のセーフティーネットって言われてさ、やってるわけなんだからさ。でこれで異論反論オブジェクションでさ、みんなで言ってもらって、いろいろこの日本の構造的にも確かに問題あるよ。もうこれは一回生活保護に陥ってしまうと、なかなか抜け出せない、もうラビリンスになってるわな。ちょっと軽い感じで言ってみたけど、非常にここ重い部分なんだけどな、なかなか抜け出せなくなってきてるよな。そうですね、一旦ね、低所得になってしまうと、なかなかね。でまたテレビではさ、極端なのをさインタビューした人の報道するじゃない。ニュース番組がそういうやり方するなよと思うから。で生活保護もらった次の日によくね、その足でさ、その朝、会長するでしょ、役所が。そのあれですぐのにパチンコ屋に駆け込んでってさ、あれインタビューの人に「これ1000円あげようかお兄ちゃん、今日勝っちゃったから」とかいろいろさ、そういう話してんじゃん。そういうの流したりさ、この景品あげようかなって言ってるじゃんか。そういうことやるからさ、日本のニュースはマスメディアは存在しないなってなるわけじゃんか。ちゃんとしてマスメディアはないじゃないかっちゅうね。どうなの？どうなの？まあ極端な例を挙げてしまうと本当に極端ですからね。ひどいよな。だって正直言って生活保護でギリギリの生活してる人っていうのはほとんど大変なわけですよ。それだから生活保護で左打ちはしてる人もいなくはないわけですよね。確かに芸人はさ、名前出せねえけどさ、吉本の芸人どうなってんだよ。いや出続けてっけどさ、ねえ日本はさ、はっきり言ってね、言わせてもらうけどさ、俺あれだぞ、あれなんでさ、言いてえこと正しいことを言うとさ、人間潰されちゃうんだい。正しいこと言うと確実に潰しにかかるよね。確実に潰しにかかるよね。例えばどんな正しいいろんなさ芸人とかに対してさ、バラエティ番組では空気を読めってさ言ってきたのがさ、例えばさ名前言っちゃうとさ、某テレビ局なんか全く空気を読まねえもんな。全く空気を読まねえ某テレビ局。
言わしてもらうよ。俺は悪いけどさ、全然公平性が全くねえもん。某テレビ局はさ、俺なんでかこんなに怒ってるなんでかっていうとさ、ドラマ「最高の離婚」ってタイトル。最高の離婚なんてあるわけねえだろ、アホんだろ、バカ野郎がさ、脚本家がよ。もうバツイチ男のさ、代表から言わせてもらうとさ、もう腹立たしくてしょうがない。見てないからさ、そこ内容には言えないけど、そのタイトルを持ってくんねアホんだら。これ言いてえよ、そういうふうに。お前離婚してるかもしれない。離婚してさ、前向きになってさ、どういう人が書いてるか知りたいよね、脚本家。脚本家と対談してるね。あんたどういうつもりなのって。まあ本を書く上でね、自分の思っているメッセージと真逆のことを書くことによってっていうのもいっぱいありますからね。大概さ、作家さんとかさ、そういう方ってのはさ、原体験をもとにとかいろいろな取材をしてさやるわけじゃないか。イマジネーションだけで作ったりする部分も出てくるわけじゃない。もちろん脚色もするわけじゃない。絶対にさ、何言うかな、本当に不愉快になるね。テレビ番組表を見ただけで、あれちょうど木曜日なんで今日なんだよ。今日の10時から9時からやってるんだよ。エイタさんか誰かが出てんのかな。結構まあまああれ面白かったりするらしいんだけどさ、俺はもう死んでも出ねえからな。出ねえじゃねえ、見ねえよ。死んでも見ねえ。死んでも、でもオファー来たら出るけどな。オファーが来てれば出るわけね。俺フェイスブックでさ、フレンドパークでさお世話になったさ、名前言わせてもらうけど、木田さんものすごい偉くなったでしょ。プロデューサー多分なってると思うよ。木田さんね、橋本さん AP アシスタントプロデューサー当時ね。でもいっぱいいるんだから、もう山ほどいるんだから。 TBS の人たちがフェイスブックに俺のこれを聞いて友達を辞めたらそれだけの人間ですよ。俺は元から何を言いたいかっていうと、俺は映画俳優を目指してる。俺木田さんに言ったんだけどな、なんだっけな、井上真央ちゃんとさ、嵐の誰だっけ、山さん、なんだっけあれ、嵐の中央にいる男、名前出てこいよ、じじいばっかりかここの怪物くんとかの松潤だよ。松潤がさ、井上真央ちゃんだった時に、なんだっけ、男物語じゃなくて男子花盛りじゃなくて全部なんだよ、違うあれになってんだ。なんだっけタイトル、男子校じゃなくてなんだっけ、誰か教えろよ、ツイキャスの皆さん。花より団子。よし、いやもう初めて20何回目ぐらいに役に立ててくれてありがとう。花より団子、花より団子の時にね、花より団子のパロディバージョンでさ、みんな5人ぐらい出てただろう。小栗旬君とかさ、あれのパロディバージョンでさ、いろいろさ、有田君とかをさピックアップしてきてさ、あれを最高の位置に持ってきてさ、ブサメン連中でさ、その花より団子のパロディとか完璧にもうイギリスのモンティ・パイソンみたいなエグくやってきた方がさいいんだから、そういう提案とかしてんだからさ、ためがいを押してくださいよって木田さんには言ったんだよ。わかりました、言っときますよなんて絶対言ってやしねえんだからよ。ほら BS だってあるんだから言ってくれよ。それだけ度量が広かったらさ、頼むぜ。でもうあれだ、フレーパーも終わってさ、もう来年あたりでもう5年ぐらいになるんだから、5年になるんだからちょうどいいんじゃねえか。なるほどね。いろんな意味でちょうどいいんじゃねえか。俺もう今何考えてるかっていうと、老後のこと考えてるからな。いや、鼻で笑うなよ、鼻で笑うなよ。鼻じゃねえ、俺口で吹いたわ。いろんなことはさ、口で吹いたの確かにね。今これからの老後を考えたらさ、本当にさ間違いなく両極だぜ。ホームレスになるか、金持ちになるか、中間層はまるっきりいなくなるね。そうね、自分の老後を考えると確かにそんな気がする。で今どの企業もさ、どの企業も新卒を取らないで、シフトチェンジしてきてるじゃん。その取るなんていうの、教育してくれるのに60で定年になった人を再雇用、再延長、値段は安くなるけれども、待って働いてた方が生きがいがあるっていうんで働く人が多い。それで若者に対する指導もしてくれるっていうんで安くなるけども、全然ガクンと月給は落ちるけれども、再雇用するがおかげで若者採用枠がなくなってるじゃない。役職定年っていう言葉が非常に増えましたね。60歳になって役職は定年する、もしくは58歳で役職は定年するけれども、ね、65歳とか、そのくらいまでね、そうなってくるともう嘱託って扱いになるんでしょ。そうみたいですね。嘱託社員っていう扱いになってね、でこれ今これさ数年続いてるわけさ、こういうケースが。テレビなんか汚染だから、それがやっと今やってきてんだからよ。でやっと今がインターネットが世間一般に普及しだして、
iPad とかさ、いろんなこんなタブレットが普及しだしてみんながやるようになって、やっとスピードがさ、どうしても遅いやな。まあそうね、テレビの方が遅くなりましたね。だからその両極よ、両極、確実にいくよ。だってこの今この魔の空白の期間があるんだよ。実際に新卒で入れなかった人が、大学出ても仕事つけねえ今世の中なんだからよ。出てて当たり前だったのちょっとね、もう出てて当たり前なってしまいましたね。でこの人がこの状態が5年10年続いてみや、ぽっかり空いた人間が山ほどいるわけじゃんか。そうするともう職務経歴も何もできなくなる、経験も何もない期間ができちゃうわけじゃんか。どこが使うよ。そうよね。それで企業の方でも言ってしまえば、ここの5年10年のところでぽっかり空いたら、それがスライドしてったらばいきなりなくなる時が来るわけですからね。そうだよな、企業自体がさ立ち行かなくなっちゃうよね。やっぱりこれ目の前のことであれなんだよな。まあね、コンスタンスにね、新しい人というのは入れていかないと成り立ちませんからね。どんどん若い子でさ新卒で育てていかないとな。で新卒じゃなくてもさ、もう既卒で卒業して1年でもさ、もう日本ってなんでこんな新卒主義なんだよ。分かんない。うちの方だとうちの職種だと特にそうですけど学歴なんかは全く関係ない。ただ社会経験が1年もしくは2年ある人っていうのはよく求めますね。そうですね、やっぱり経験あるといいんだろうけどさ、1年でも卒業後さ1年でダメだってもさ、もうチャンスどんどん与えてってさ、仕事を与えていかねえとさ、もう終わっちまうぜこの国は。そうね。俺がどうこうギャーギャー言うわけじゃねえけどさ、これ本当はこういう話2本目でしようと思ったんだけど、こういう話になっちゃったな。じゃあバラエティの方に戻しましょうか。戻しですか。はい。いやー今日はですね、この間、ガクちゃんとさラジオの終わりにさ、今度さ友達からミクシー経由で、ごめんつないでちょうだい、お水飲ませて、ウォーターをみんな飲ませて、いきなりミクシー経由でまで振られて、これでつなぎろってどうすればいいんだっていう話を。コメントメモにコメントメモさあキブリーさんからね、先ほどのお話ですがね、定年になった技術のある人を集めて会社を作るといいかもねと。まあ確かに技術ある人たちみんな含めてね、一つの会社作るというのも確かにあるかもしれませんが、でも専門職の場合はそれを専門職してたわけだから、その会社にとどまるってことになっちゃうわけだよ。まあ実質はそうですね。でこの下の方とかもね、言ってくれてるのはキム兄さん、花より団子だよって俺が言おうとしたら言ってくれてる。そうキム兄さんいろいろフォロー入れてくれてますんでね。それが悪循環になっちゃって受給者が増えちゃうっていうのも、まあ生活保護の話の時ですがね、ありましたね。さて空気を読まないテレビ局、本当にここでわらわらだって本当に空気読まねえよ。まるっきり空気読まねえぜ。もうこれでさ、最高の離婚ってドラマのタイトル、それで俺ゲーム頭きまくって、それしかアンビリーバボーでさ、俺が尊敬してやまないたけしさんが、全然問題ないんですけど、で俺の、ね、同期より後輩のバナナマンだろ、今日見なくて済んだけどよ、よかったでさ、今日はテレ東の方で、もう安牌なさ、うちのおっかちゃんが大好きなよ、演歌やってたから、演歌はいいな一発さヒット曲が出るとさ回れるもんな。すげえしみじみ言ってるね。本当にいいな。俺の時代だってさ、フレパ出てた時代はさ、1本だけでさ、ほんと稼がしてもらってありがたかったけどさ、その当時で全国回るじゃん、営業でお祭り呼ばれたりよ、なんかどっかのさ学園祭呼ばれたりよ、それでもう稼がしてもらってありがたかったけどさ、その頃でも演歌の歌手はいいなと思ったんだよ。1本ヒット曲があればよ、全国回って10年は食えるって言われてたけどさ、今でもさ、今日演歌の番組やっててさ、大泉一郎さんの孫歌ってんだ。あれ何十年前だい。なんでそんなに可愛いのかよってあの歌ですね。あの人ただ普通の人だったんだね。まあそうですね。だから俺にない才能って歌がド音痴なんだよ。ほんとドラえもんに出てくるくらいなジャイアンなんだ。ジャイアンばりの音痴なんだよ、俺の声ってんのよ。このダミ声がすげえ音痴なんだよ。まあ声の問題というよりも音程の問題。俺尊敬してやまないのに中居君尊敬するぜ。中居君、あんだけ音痴なのにさ、国立競技場でよく歌ったりするじゃんか、開会式で。だって中居さんはもうキャラだもん。そこまでキャラ立てたってすごいな。そうよ、散々叩かれたけども、まあ中居正広歌、まあそれはっていう。すごいな中居さんね。もうここまで確立なさっちゃうまでやりきったっていうのは、もうスマップはもう
もう別格だな。まあや格ね。的にはね、もはや今現在となってはね。真の意味で偶像化してるよね。アイドル化してますよね。元森くんとかさ、昔だったらご法度だったさ、ジャニーズ系列は今時代変わったんだね。ビストルスマップとか出たんでしょ。そうですそうです。森くんが、それで中居くんが涙でさ喋れなくなっちゃったりしたんでしょ。はいはいはい。あれそういうのとか見たいと思ってさ、俺昔に一部逆行してるのは、昔は録音機とかあって録画機があったんだけど、今、唯一俺録画できないんだよ今、テレビ自体がね。タブレットとか持ってるけどさ、だからそれ見たかったもんな。それな。でもジャニーズ系とかテレビ局系は無理じゃんか。映像がすぐ削除されちゃったりなくなるじゃんか。そうそれで本当に話したかったことですよ皆さん。そう音痴なんです。ごめんなさい。さっきの話だ。キム兄さんありがとう。どんな会社も3年は続けろって言われたな。あそうだな、難しいな3年。今もっとねペース的に速くなってるかもしれないな。昔は3年かけて見てくれたところを、そこまでの会社自体に余裕がなくなってきてるね。もっとお前早く覚えろじゃねえけどさ、もっと厳しいスパンになってきてるかもしれないな。まあそれでも現場でできるようになるには3年かかりますよ。でもお笑いで言うとさ、あれなんだよ、行くやつってもう俺1年目はまるっきり食えなかったよ。それ日雇い労働毎回やってたね。でもって2年目からもう食えてたんだ俺。クレパ出る前から食えてた。もう18の時から。一般の子は高校3年生の時で俺20万稼いでたんでもう。なるほどなるほど。高校3年生の時で20万稼いでて手取りね、稼いでて、今その高校はね18歳の時より俺も手取り少ねえんだよ。だから人生どうなるか分かんねえから。分かんないね。でまあ行きましょう。まあやっと来たよ。何が。この間さ帰る時、ガクちゃん同窓会の話これしたじゃんラジオでも。どうせ行くかな。同窓会の話ね。でも俺男子の名前挙げられても友達からさ、とある愛くんっていうさ、友達からメール来たんだけどミクシー経由で、男の人はさ俺思い浮かぶとか2人か3人ぐらいしか顔と名前一致しなくて、女の人はほとんど覚えてんだよ。どんだけ女好きなんだお前は。女をほとんど覚えてんで、顔が出てくるんでビャーンってね。まあ正直行くか行く前かちょっと迷ってたのね。迷ってた。で会費が5000円だしね。それはまあそれが普通なんだろうけどさ。でどうするガクちゃんってガクそれはまあ横の広がりにもなりますし、もうあれなんでって俺よく考えたよ。20歳21の時に1回同窓会があったんだよ。その時に俺1回行ったんだよ。で俺今回同窓会に出席するのを決めた理由、なぜか。なぜ？そのメールがね、ちなみに会費は5000円ですって来た時に、あそういえばさためがいくんっつって、ためちゃんさあれみんなで俺昔のたちって俺のことたけしって呼ぶんだよ。下の名前たけしって言うんだけど、たけしって呼ぶんだよ。たけしさそういえばさ何々ちゃんも食うらしいよって書いてあった。それ何々ちゃん？イニシャルで言うと AM なんだけど、何々ちゃんも食うらしいよって。なんかその響きからすると女の人？俺の初恋の人。もう行くしかねえべー、行くしかねえべー。はい、ミュージックカモンベビー。オッケー。アンチ踊るべ。オッケー。はい。オッケー。はい、みんなカモン。いや、乗ってこいだよ。キム兄さんのおっしゃる通り女子に会いたかったからですね。はい。そしてこの男楽しんトップガンかよおい。鳴ってる曲がトップガンでございますがね。はい、雲の上からちゃんと戻ってこい。はい、着陸。暑くなってきたな。脱ぐわ。だけどつないで。ハウス。かがやでーす。かがやよ、この間 E テレで出てて、E テレ。あ、そうですか。3チャンネルで出てかがやが出て悔しくなっちゃったから回したよ俺は。おい回したよ。あんだけ心配してたじゃない。回したよ俺は。この野郎回したよ俺。チャンネルをかがやが出てたから、後輩が出てたからチャンネル後輩にまで厳しいって。よくお前は育てなとか言わない。この野郎。フランキーさんまともに加賀谷さんのことちゃんと心配してたらやっぱり見ると嫌だよね。いや見たけどな。3.5 秒見たけどな。3.5 秒ね。なるほど。その AM ちゃんが来る、AM ちゃんも来るらしいよ、来るみたいよって言ったから、同窓会の初恋の人が来ると。はい。俺その昔のことを思い出してさね、一気に忘れてた名前が出てくると、ビンってくるもんがある時でねえか。わかるだろ、男だったら。わかる。で
ピンと来てさ、はいはい、絶対行くべと思って、オッケーってなんとかもうそこでテンション上がって絶対行くべ絶対行くべでシフト表見たらちょうど休みだったのその日よし行くしかねえってで断る理由がねえってなってさもうこれは運命だ。断る理由がねもうそこで下からのガッツポーズ断る理由がねえんだよお前ワンツーワンツーワンツーはいワンツーワンツーね断る理由がねえってなったわけさねそれでさ、行ったんで実際そしたらみんな、はい、あれ嬉しかったぜ。どんなふうにみんなさ、たけし、いや何々って俺もいや何々って言って誰だっけ特に誰男が分かんねえんだよみんなたけしって来てさたけし久しぶりって来てさだって20歳以来20年ぶりだぜ。そりゃあ久しぶりですね。俺の大好きな渡辺美里の10 yearsあれから10年もうじゃないけどさ、はい、あれから20年だぜ、20年経ってみわかんねえぞハゲてるダチもいりゃさ、ねもうつっぽけになってつっぽけどうしたんだ苦労しまくりだなで俺の友達だった当時のダチね、今もダチだよそういうふうにたけしって言われて一気に蘇ってくるけどさ、忘れたこととか俺すっかり忘れてるんだよな。昔たけしにさ、こうやってエロ雑誌持たされてさ、お前自分で自家発電するんだよ。俺終わるまでお前雑誌こうやって拾いて持っててくれって俺頼まれてあれ嫌だったんだぜって言われて全然覚えてんねん俺は。とんでもねえことしてたなこの男あえて言えばバカじゃねえの。まあそうですよね。それでどんな友達のスプレーだ。そうです3人で旅行行ってその男友達と3人で旅行行って伊豆の方に、それで女の子とかナンパできて成功しなかったからしょうがないからお前今日はもう残念会だってことで旅行に行った時ね、中学卒業後ね持っててお前部屋でとんでもねえことしてまるっきり覚えてないんだよな。でそれ言ったらさ、俺そのお目当てになったその初恋の人がさ来ないんだよ。いや例の何々君あれどうしたんだって、あそういえばたけし今日来れなくなっちゃったみたいもう帰ろうかな俺それだけは楽しみで行ったんだよ。一気にテンション変わったなこの男。もう帰ろう俺だって俺スーツ着てったんだぜ普通にさ俺ネットで調べたんだよ、いやヤフーの知恵袋で知恵袋っちゃったよね40代同窓会40代同窓会ね全部あれよスペース開けてるよ、同窓会スペース40代服装でググったんだよね、それで検索して知恵袋で答えが出てきたんだよ。どういう服装でいけばいいでしょうって書いてあって、で、カジュアルなのもいいですけどカジュアルすぎるのもちょっともう40代でもスーツもちょっと堅苦しいんじゃないでしょうかって。でも俺あえてスーツで行くと思ってよスーツ着ていったわけだよ、それでさその時やっとさ思い出したんだけど、喋ってるうちに思い出すってことでやっとある思い出がね、思い出してきて、その当時その付き合ったこの AM さんって女の子がいると、同性の子がいたのよ、それで思い出したんだよ。それねで女子はさためがいくんはっつって当時ね足利市立第一中学校に通ってたんだけど、そこのベランダから「何々」って名前呼ぶと同性だから、で2人が友達だから2人してさ帰ってくんだよ。それを俺がさ青春してたなベランダの2階か3階から「何々」って呼ぶとさね俺そのもう一人の同性の方の人はね俺の顔見るんだけどためがいくんはねまるっきり私のことなんか見てないのよっつってねでも私が一生懸命振り返っててノーリアクションなんだけど何々が例えばさ花子って名前にしとくよ。花子がさ振り返ると全然目の色が違うし何っつってなんでそんなこと覚えてそれ俺も思い出したんだよ。そういえばよくベランダから言ってたなと思って「何々」っつって好きでさあの頃と何変わらないのが唯一あるよ。あの頃と唯一変わらないのは中学時代と変わらない唯一林間学校とかで年に1回とか行ってたのよ。日光とかどっか場所忘れちゃったけどさ少年自然の家とかね。その時にその子がさ熱を出してさ風邪ピラってんがあったの家に富山の置き薬がで持ってくるさ風邪ピラで俺が風邪薬とか俺常備してるから常にねたまたまその時を持ってて
あげたら、はいその時さ、その次の日「ためがい君ありがとう」っつって、俺その彼女から声かけられたの初めてでさ、そういうのさ、それまともに声かけられたのが初めてでさ、だってあの年頃ってね、わざと意地悪してたんだよ俺は。なるほどね。わざと意地悪してたんで素直にだから意地悪ね。そうでしょうがないけどね、ためがい君にもらったのね、風邪薬のおかげで良くなったっつってさ、ありがとうって言われて、もうかわいいとろけちゃった、かわいいってなってさ、もうどうしようもねこのとこ。というわけでみゆさんこんばんはです。みゆさんこんばんは、どうも。で俺お久しぶりでございますね。本当お久しぶりだね。いや太田の皆さん、これ京都から参戦してきてくれてます。みゆさんはね、京都です。でそれから20年ぶりに会えるかと思って、ただじゃ帰られないって面白かった。その同性のその女性の方も面白くてさ、本当にあの時はためがい君好きやったんだね、あの人のことがねってさ、友達なんだけど今でも友達で連絡取り合ってるっていうから、じゃああれかいっつって、で今美容師になってるらしいんだよ。で昔ねご実家で切ってたりするらしいんだよ。俺じゃあ二郎さんごめん、リリーで独立してる二郎さんごめん、ちょっと一回ねちょっとその方に切ってもらいに行ってくるわ。一回浮気してるんですか。そこにね浮気って言うと語弊あるからちょっと待って。奥様だからね、奥様だから。いやだからリリさんのところから一回浮気して、そこのところで切ってもらう。そういうふうにさ、順をって言ってね、一回さ二郎さんのところお休みして、こっち側のね、で切ってもらいに行って、でもまあ休校を温めに行くわけですよ。電話で聞くけどね、あの当時あれだった、同級生だったためがいですけどって電話入れて何々さんに切ってもらえるんですかってちゃんと聞かないとさ、うまくないかなかんべ。いきなり言った方がいいんかな、アポなしで。どうだい、アポなしで言った方がいいんかい。アポなしよりもまあどうなんだろう、個人経営でやっててその人がメインでやってる美容院だったらまたアポなしだっていいんでしょうけど、まあ一歩入れとくのも普通ですかね。ね、お子さんもいるからさ、もうさ、大人として普通にさ今どうなってるんだろうって知りたいじゃん。でその同性だった同じ名字だった女性の友達は変わってないんだよ。よくさ、その俺が好きだった人と一緒にいたから、いつもコンビで歩いてたりしてたから思い出したんだけど、言われるまで名前が分かんなかったんだよ。あなたはあの人ねってなってさ。そうでそれをちょっと今フェイスブック入ってる人とかはさ、みんなやってたりするからさ、沖縄に行って11年の子とかもいるんだよ、女子で。沖縄に住んじゃってもう11年で、なんていうのかな、何本潜ったのとかさ、ダイビングの話でさ「私なんか少ないわよ50本ぐらいよ」って、俺なんか20本も潜ってねえからな50本ぐらいやって、でどこの団体だよなんつって、パディよなんて、パディか、俺ナウイだぜ硬派でいうお笑いでいうとこの大川工業のナウイだぜっていう団体団体名なんだけど、で取ったぜって、じゃあナウイの方がはっきり言って厳しいからね、悪いけどね。ここら辺でプライドのせめぎ合いをしながら。せめぎ合いね。で団体によって呼び方が違うんだよ。どこまでと思ったよなって。俺あれだよ、ナウイのアドバンスっつって、アドバンスは30メートルまで潜れるからね。でその一番初期ランクは18メートルまでなんだよな。オープンウォーターっていうのかな、パディでいうところの。でその人はそこだったから、俺はそのアドバンススクーバナウイでいうところね、アドバンススクーバ持ってるけどね。でも銭がねえから潜れねえんだよ、銭がねえから。でもさ、それ情報聞いたらさ、沖縄に住んで11年になる人にね、成田から今飛行機で出てて、7800円とかで行けるんだってな、今成田からだと。7800円片道で戻ってきて、往復だって1万5千円ぐらい。それで行けちゃうんだって。そりゃすげえな。これ行くしかねってこっちゃねんな。だから本当にね、ダイビング業界の人に言いたい、もっと安くしてほしいよな。もっと1本潜るのにさ、だって機材とか全部借りたりするとさ、12本潜るのにもう8000円ぐらいかかっちゃうからさ。でもそのぐらいなんですね。もう金貯めていくしかねえなって思うよな。まあでもそう考えるとスキーとそんなに変わんないんですかね、値段的には。そうだな。まあレンタルスキー借りて、要はなんだゲレンデのね、気持ちいいんだよな。気持ちいいですよ。すげえ気持ちいいんだよな。私はスキー非常に好きなんですがね。俺も好き。ダジャレ言ってるわけじゃないけど俺も好き。スキーも大好き。俺スキー大好き。本当にさ、なんでさあれ滑ったりさ、スキーってさ自分の体力以上にさ
やっちゃうよね。やっちゃう。それでその次の日に地獄の筋肉痛になったり、死ぬほどぐったり眠れるよね。そうそうそう。ぐたーっと死んだように眠れるよね。特にスキー終わった後に温泉なんか入ってぐだーっとすると本当に泥のように寝るからね。この間さ、また NHK で悪いんだけど、 NHK ばっかりは俺バラエティー見えん男としてはさ悔しいから、俺が都落ちしたからさ、おい木田さん俺引っ張り上げてくれよユースのこのカメラに向かって言ってるからよ、ね、ツイキャスばっかり頼むからよ、都落ちした俺から言わせてもらうとよ、ぜひ木田さんよろしくお願いいたします。都に上がればよまた潜りに行けんだよ俺はでスキーもほんとマジで気持ちいいじゃん、もうスキーも全然滑ってねえよ俺はよ。私もそうですね、もう7年ぐらい滑ってないんじゃないですか。まあだから俺はもうスノボ世代じゃなくてスキー世代だから、私もそうです。あんな楽しいもんねえな、もうスキーともう海の中に潜る楽しさを知っちゃったら、私スキューバの楽しさがまだ分かんないからな。俺体験ダイビングでやってみて本当にもう最高、もう最高だからもう、最高だって、その向こうに住んで移住しちゃってさ、11年移住ね、11年になるともう移住になっちゃうよな。まあそうですね。でその人がだってマブダチと、マブダチがねこの沖縄に行こうっていう話になって沖縄に旅行に行って、なんていいとこなのって、それがきっかけで住んじゃったんだから。でも沖縄旅行行くとすげえいいところだなとは思いますよ。俺仕事でさ4回か5回全部地獄の苦しみ味わってるからあんたのロケは過酷だからね。死にそうになるんだよ本当に殺されるんじゃねえかって思うぐらいなロケなんてお笑いだって、当時のお笑いレベルはよ。しかもそれで自分の一番嫌なことをやらされるでしょ。やったよ本当に。もう沖縄一周何回話したか分かんないけど、沖縄一周さ2泊3日でチャリンコで一周するんだぜ。沖縄さ地図で見るとちっちゃいけどでけえひれその上フランキーさんの相方は寺田体育の日さんでしょ。そう寺田体育の大金持ちの坊ちゃんはさ本当にあれなんだよな、間違ってんだよな、そこのポイントの狙いどころがよ足の爪は剥がれちゃうしさ、足の爪破壊してんじゃねえって話だよさあそこで本気出すのはここだぞって話なんだよ、あそこね。今なんて言ってもあれだけどな、何宣言するかって言ってたよな俺。よくいるじゃないね、毒舌芸人とかさ、ね、俺ガクちゃんから聞いてピンときたんだよ、この人から愚痴を取ったらさ何も残んねえんじゃねえかって言ってたさ俺さ毒舌芸人じゃなくて愚痴芸人になるわ愚痴芸人ね、いいですね。ありかありだな。なんだっけ猿岩石のあいつ、有吉さん、あいつにてくうまいこと笑いを取るようなあれじゃなくて、笑いも何にも取らねえさ愚痴芸人になるからもう笑いで落としてもらうのは周りの人に任せて。悪いけどさ、愚痴芸人は愚痴芸人も大変だぜ。どっからやられるか分かんねえんだからどっからやられるか分かんねえんだからよ確かにね気合入っていかないとさ、気合でダメだ。でも俺はそれで30人ぐらい来た、結局は30人ぐらい来たんだよ。で昔俺がマブダチだったやつとか、もうね、やんちゃだった頃さ、もうやっぱり変わってねえんだよ。風貌はおっさんになったけどさ変わってねえんだよ。なるほど。俺前来て、今日は着てねえけど赤いダウンジャケット着てってさ、まあ誰かは愚痴芸人になったけれども、その当時の中学卒業時代と変わってないわけですよ。たけしシチュエーションしながらさ、赤いね、こういうダウンジャケット赤なんか着ちゃって、その下俺スーツだからよ二次会に行く前にね。でその彼に俺いろいろ相談したけどね、それも彼も同じ境遇を得て今幸せになられたりしてね。なるほど。似たような経験してるわけですよ。だからさみんな苦労してんだ、やっぱ40になってくるといろんな経験してるんでね。おいツイキャス頑張れよこっちさね電波が切れたらね自動接続してるんですから頑張ってくださいよ。で間もなくこれ投稿位置情報も OK しようかな。そうですね。はい、OK。終わっちゃうの。そしてもう来てるね、OK よね。ツイキャスさん復旧しましたが、さて残り58秒となりましたね。山さんさ、これさ今日あと何分、絶対これ10分前ぐらいからかけてるよいや明らかにもうカウントが21時58分11秒だ、12秒だから。本当よ。本当でこれ正確にあと何秒なの？ジングル抜きにするとあと30秒ですね。いや本当中学の時の何なんだろう、これあれいいな、友情ってな本当にスタンドバイミーの世界だよ。本当に当時を一気に蘇って本当によかったよ俺は。友情締めになっちゃったね。またね次収録の時それも話していきましょう。そうですね。
それでは皆さん、今日聞いてくれた太田市民の皆様、群馬県民の皆様、風邪などひかないようにまた来週お会いいたしましょう。そうですね、花粉も多いですからお気をつけください。気をつけてね。喋ったのはフランキーためがいと安田学文でございました。技術ディレクターは吉山崎でした。ありがとうございました。でもってねっきくん、今日は来てくれてありがとう。さようなら。また来週。